こんにちは。今日は夫のバルトさんについてお話をしたいと思います。バルトさんについて何話すのっていう感じなんですが、実は結構この YouTube をスタートしてからバルトさんって日本語お上手なんですねとか、面白い方ですね、気さくな方ですねっていうコメントをとてもいただくことが多く、夫と共に登場している動画とかすごく楽しんで皆様に見ていただけてるようなので、今回は彼が一体どんな人なのかとか、どうして2人が出会ったのかとか、いろいろお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしたらまず、お二人の出会いについてお話をもうね、出会いは29年前になるんで、今からだと。29年前。だからもう付き合って28年なので、結婚して25年なので、遡っていくと本当に29年前に夫が自分の人生で初めて日本に仕事で来たんですよ。だからもう全く日本に初めて足を踏み入れて、しかも東京に出張できて、当時白金に都ホテルかな、だから今は多分シェラトンとかになってるんですけど、ホテルがあった。でそこに仕事で初めて当時は成田に着いて到着しました、ホテルに。でなぜかそのホテルに私も仕事でいたんですね。でたまたまいて、私は多分宴会場が地下なので、地下の宴会場で打ち合わせをした後、エレベーターに乗ってお部屋が控え室だったので、そこに行こうとした時にチェックインを終えた夫が乗り込んできたんです、エレベーターに。っていうのが出会いです。だからその時会話をしたんですか？してないです。もしかして逆かもしれない。順番が逆かもしれない。その夫が乗ってて私が乗り込んだが、とにかくエレベーターで乗り合わせたっていうのが出会いなんですね。で乗った時に背が彼は大きいし、その時実はベイビーピンクのスーツを着てたんですよ、朝の。おしゃれがすごい。で髪の毛も今はもう本当に完全にグレーというか白なんですけど、当時はブロンドじゃないけどすごくちょっと明るい茶色みたいな感じだったんで、クリクリしてたから、すごい大きな天使がいるみたいだなっていう印象で、大きな人だなって思って、それがお互いの初めてです。じゃあエレベーターの中の時間だから多分十数秒とかでしょ。で私は降りて、彼はそのまま乗ってたっていうのが最初の出会い。でそこから2回目は？で2回目が、そこから数ヶ月後に私が一人で、まだ当時会社員だったので、かなり遅ればせながらの夏休みで、当然もうお友達とかともスケジュールを合わせられなかったので、一人でパリに来たんですね。で一人でパリに来て、でその時にちょっと知ってる方がいて、でその方は割とファッション関係の方だったんですけど、番組とかで時々そこのお洋服を着させていただいたりもしてたので、じゃあご飯でも食べましょうイエーイっていうことで、お会いしてご飯を食べることになった時に、僕の同僚をちょっと紹介しますよって言って、行ったら、エレベーターの中の人がいた。エレベーターの中の人だと思って。それはエレベーターのお会いしてから1年とか？1年はそこまで経ってないな。その時はね、4、5ヶ月かな、経ってました。お互いすぐ分かった。でもその時も私はエレベーターの中の人だって、後になって分かったのは、彼もエレベーターに乗ってきた女性だっていうのが分かったんだけれども、本当に社交辞令で「こんにちは」って「いつもお洋服着させていただいてます」とかっていう感じで、もう彼も「じゃあ今度またパリにいらっしゃることがあったらぜひお食事でも」っていう、いわゆる本当に社交辞令的な会話だけして「じゃあ」っていう挨拶だけをしたの。それが2回目。2回目。3回目で3回目がそこから8ヶ月後とか9ヶ月後ぐらいなのかな、彼が日本にいわゆる転勤で住むようになったんですね。もちろんその時は知らないんですけど、で多分彼が住み始め2ヶ月後ぐらいに、六本木の当時ロシアレストランがあったんですが、今はもうないと思う。そこのレストランでソワレがあるって。で私は親友から「エリちゃん一緒に行かない？」って言われて、じゃあ収録終わってお仕事終わったらじゃあ一緒に行こうっていうことで、仕事が終わって私は遅れて、そのお店に着いて階段を降りていくお店なんですけど、降りてったらいきなり下のテーブルからボーンって立ち上がる人がいるなと思ったら、彼バルトさんの。バルトさんも「はあ」って言ってバーッと立ち上がってきて
僕のこと覚えてますか、まあ英語ではい覚えてますかっていうか、はああどうもこんばんはって言って、で今自分は日本に赴任してきてはい住んでるのでって言って、こんな機会がないからぜひ今度一緒にご飯でもって言って、だからあなたの連絡先をくださいって言われたの。でもいきなりこんな大きな外国人に連絡先って言われても怖いよねっていうのが本心で。っていうか興味がないって言ったら変だけど、はいその印象には残ってるけど、はい別に好きとか、はい、そういう感情があったわけじゃないから、なんかいきなり言われてって言って、はいで名刺を渡したの、はいフジテレビの。はいでこうやってで、はいそしたらフジテレビの名刺ってこう日本語しか書いてなくて、はいしかもこう大代表の電話番号しか書いてないわけ。そこからこうつないでもらわないと、内線で。はいでそしたらやっぱすごく彼がはいすいませんって、これはいわゆる代表番号しか書いてませんと。できっと僕がここに電話をかけても、はいその日本語が話せないから、うんあなたにまでたどり着けないと、はい多分つないでもらえない、だからあなたのはいプライベートの番号をくださいって言われてて、最初はとか言ってたの。なんとなくなんかその言い方がすごいチャーミングというか嫌な感じがしなくって、分かりましたって言って携帯を鉛筆でこうやって書いて渡したっていう。でもそんな偶然がそう、続い本たんですね当に偶然が、それもパンパンパンというよりはこう期間を空けて続いて、3回目に、はい彼が東京に住んでるということもあり、じゃあぜひっていう風になって、はい携帯に来て、じゃあはいご飯食べましょうって言っはいて約束をするんですけど、はい実は私は当時ひどい女だなと思うけど3回ぐらいドタキャンしてるもう今も彼はそれをもうネタとしてこうフランス人に話してるけれどもそれはこうやむを得ずのドタキャンだっっていうたんですか？ことになっはいてるんだけど、本当やむを得ずもあるし、はいでもやっぱりこう生放送とか、はいあとやっぱ収録とかって、はいこう当然伸びることもあるじゃないですか。うん当然撮影が長引くとか、収録が長引くとか、なんとなくこう残ってやらなきゃいけない仕事があるとかはいっていうこともあって、はいそこに加えてなんか多分気持ちもこう、うん約束はしたけどっていうのも多分あったと思うのね、はいはいはいその20代の時の私が、彼が3回目のドタキャンの後に、じゃあ次はいつなら大丈夫なんですかって来たから、はいすいません私この後パリに行くので、はいまたじゃあ戻ってきたら連絡をしますよって言って、もうそれで本当私の中ではこう終わる感じだったんだけれども、そのまんま一人でまたパリに来た時に、たまたま夫が、当時そう日本に住み始めた時にいろんな方を紹介してくださったりとか、本当日本のお姉さんって呼んで慕っていた日本人女性がいて、お仕事でもお世話になってた。でその方も同じタイミングでパリだったので、偶然に会ったの道で。おーで私もちょっと知ってたから、でそしたらその彼女が夫に「あなたが今頑張ってる彼女にパリで会ったわよ」っていうのを連絡した彼がホテルを聞き出してくださいってなって、はいで今度彼女にホテルを聞き出し、はいある日ホテルに帰ったら、バラの花束がお部屋に届いてたの。なんてロマンチックなすごい素敵なプレゼントですね。そうだから多分ね、パリのお花屋さんに連絡をして、はい当時ってネットとかでは買えないから多分電話をしてどういうふうにしたのかわからないけれども、はい届いてた。へーだからこれはじゃあ戻ったらお礼を言わなきゃって、すごい花束だったから、なんはいかホテルの方に花瓶を借りて、はいもうちっちゃなプチホテルのもはうお部屋の中に飾って、へーそうじゃあその時はどういう気持ちというか、なんかはいわーってそんなね、はい本当に私のホテルの滞在先を知ってるなんて家族とか、はいその友人ぐらいだったから、と思ってはいびっくりして、でも今みたいにね、はいパッと無料で電話なんてかけられないから、もう戻ったらすぐにお礼の電話をしようと思ってたの。はいでそして彼が慕っている日本人女性と、はいじゃあお茶でもしましょうってなった時にお茶をして、で私がいつもパリに来ると必ず来るたんびに靴を買いに行ってたお店があって、もう今はそのブランドはなくなってしまったんだけど、そこのお店に行こうと思ってたら、なんか彼女からそこに行かないって誘われて、私行こうと思ってたんで、じゃあ一緒に行きましょうってすぐにそのお店に行ったわけ、はいだから私からしたらもういつもの恒例行事なので、一足また靴を買おうと思って行って、はいこの靴いいなと思って黒のちょっとベルトがついてるヒールの靴を選んで、はいこれじゃあお願いしますって言ったら、ムッシュバルトからのプレゼントですっていうの。で、って言って、
なんとだからその彼がその当時仕事をしていたファッション系の会社がそこも持っていて、で彼は私の友人にエリコをこの靴屋さんに連れてってくれと。でそこで僕が選んだ靴をプレゼントしたいんだってことを言ってたらしいの。お店にもちゃんと伝えてたわけ。で私はそんなことを知らずで、彼も私がそのお店が好きで来るたんびに買ってるなんてことを当然話したこともないんだから知らない。で私はいつもの通りに行って好きな靴を選んだら、まさにその靴が彼が選んでた靴だったの。すごい、そんなことありますか？そう何も知らない状態でお互いに知らず、彼はそこの靴がすごい素敵だし、この靴をプレゼントしようと思ってお店の方に頼んでたみたいだ。で友人にも頼んでた。私はいつもの通りに行って、あ、これだと思って履いて、じゃあお願いしますって言ったら、でそれが本当に同じ靴だったからびっくりして、でそれはさすがに私も、って思って、これは電話代もったいないとか言ってられないと思ってホテルから「ありがとう」って言って電話をして、帰ってきたら「ご飯ね」って言われて「分かりました」って言ってパリから戻って、お食事に行ったっていう。付き合うまでに至るまでは、そのお食事を何回かです。最初はどういうところを好きになったとか。でもね、その最初の食事も今もあるんですけど、そのお店が代官山のお店だったんですね。で私はそんなに英語がネイティブでもないし、彼は日本語も話さないし、英語は話すけどフランス人で、私はフランス語なんてアンカフェクレームスルブプレしか言えない、ボンジュールしか言えないレベルで、英語だって別に買い物とかには困らないかもしれないけど、そんな深い会話をできるレベルではないから、こういう薄いディクショナリーがあるじゃない、よく学校で使ってたの、英和の。それをバッグに忍ばせてレストランに行ったの、その日初めてのディナーの時。で彼がもう先に着いていて、まず真っ先に「ごめんなさい、私今日友達を連れてきたの」って言ってまた彼がもう一遍「この人は何をやらかすんだ、もう2人っきりのディナーなのに一体誰を連れてきたんだ」って思って、でも私が取り出した友達は辞書。すごい。すいませんって言って、もう私そんな英語ができないからこのお友達に付き合ってもらえますって言って、ちっちゃな辞書をテーブルに置いて、かわいいディナーのスタートとなりました。でも本当にね、楽しかったの、会話が。でその時に初めてのディナーの時はお互いの誕生日が一緒ってことも分かって。でもそれも彼に話をさせると多分100倍ぐらいオーバーな話になるんだけど、なんとなくの感じで話題がないじゃない、そんな共通の。だからもう普通に誕生日はいつですかって聞いたわけ。も普通に分かりやすく。そしたら「11th of March」って言うから「ああ」って、それぐらいの英語分かるわけ私たちとか「ああMe too」とかって言ったら、彼はなんかどうも私のその Me too の言い方がなんかこいつ分かってないなって感じに受け取ったみたいで「No no 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 My birthday is」ってまた言うから「Me too」って言うんだけど、もうちょっとどうやって会話するわけって彼は思ったみたいで、ね、もう一回彼が「No no 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 My birthday is」って言って「Me too」「Me too」って言ってやっと5分後に誕生日が一緒ってことが、こんな簡単な中学生レベルの会話も5分ずっとめちゃめちゃ面白いやってすごい可愛らしいし、でも本当に運命的なものが。だから運命的というか、あ、そうなんだって。でそこで彼の方が2歳年下っていうのは分かったんだけれども、多分相当私のアクセントが変だったのか、もう彼としてはもうこの人大丈夫と思ったみたいで。多分すごいちぐはぐで「イエスイエス」とかって言ってても多分私も半分分かってないし、彼も「うん」って言ってても多分お互いに言ってることがこんな感じだったのに、なんかそれがしんどいとか早く時間が経たないかなじゃなく、すごく楽しくってなんか面白いなって。だから次があったわけ。なんか面白いからまた会おう。だから好きだとか付き合うとかじゃなく、面白い向かってみようか。素敵ですね。でもそこから好きになって、だからやっぱだんだんそういうのを重ねていくんだけど、今度2回目のディナーの時にはまた彼はこう一生懸命頑張るわけ。その時はパークハイアットのなんかそうだ、上の方の階のレストランとか取ってくれてやったと。でも私は割と車をその当時も運転してたし、だからお酒も飲めないし、
もちろん彼は私が車で来てるなんて思わないわけ。はい、でまたバラの花束をなんかちゃんとオーダーしたのに、はいバラが1輪しか届かなかった。で「あこれ」ってバラ1輪渡されて「はいありがとう」って言ってご飯を食べて、彼ははい「よし今日こそ決める」ってはい思ってたらしい。はいはい、だけど気合を入れてもう私としては「ああバイバイごちそうさまでした」って言って「じゃあ車で来てるから送ってこうか」みたいになって「ああ」みたいな感じでもう僕ここで帰りますってなってて、私は車で「バイバイごちそうさまさ」なんと無邪気な、となんかもう「はい、はあ」っていう感じだったっていう。でもそれが2回目のディ2ナー回目で、だから3回目もそんな感じだから、そうやってはい回数を重ねてってなんとなくやっぱりこう楽しいし、はいじゃあお付き合いしましょうみたいな感じで、はいやっぱりじゃあそういうなんか一緒にいて楽しいところに惹かれたっていうのが大きいですか？だからお互いになんかこう気負わないというか、私もだから正直言うとなんかそのファッションの仕事をしてる人っていうのは分かってるし、はいフランス人って分かってるけど彼が何者かを分かってない。彼もなんか私はどうもメディアの仕事をしてる人らしいけどはい分かってない。だからお互い相手が何者か分かってない。はいだって学校どこ出たとかだって関係ないし、はい何にも関係なく本当に素にこう付き合うっていうか、だから面白いで全く文化が違うし、はいそこからお付き合いされて、ご結婚までは早かった。そこから、本当に彼が日本にまだ駐在をしてる時に付き合い始めて、はいでその後に私が退社をするんですよ。でも別に退社も、その彼との結婚が理由ではなく、はい本当にもう自分の中で、はいちょっと一回まずここから離れてちょっと体調を崩したとかもあったので、少しゆっくりする時間、自分の頭を切り替える時間を持ってと思って、そうするためにやっぱりその場を離れないと次に進めないでしょ。いろんなことを同時にはやっていけないので、じゃあ私の中では離れる。はいでちゃんとリセットする。そこからスタートっていう中での退社をした時期はいがあって、でも彼もまだ日本にいたから、私もゆっくりしながらと思ってたら、ある時、はい僕パリに戻んなきゃいけなくなったんだって言われて、はい一緒に来るって言われて、それも行くっていう何にも考えず、そのパリに行ったらどうなるとか、はいはい仕事がどうなるとか何にも考えなくて、はい面白そうと思ったん。それも。でそれれも会社員だったらば、一緒に行くったってやっぱりきちんと半年前とかには会社にアナウンスをするとか、準備が必要でしょ。そんな思って突然辞めるなんてできない。でももうたまたま私は会社を退社して、たまたま何にもしてない状況だったから、誰にも迷惑をかけることがなく、両親にそう言われたんだけど、たらいいじゃないよ、楽しそうって、今しかできないから行ってらっしゃいと言ってもらえて、じゃあ行ってきますって言って本当に彼の引っ越し荷物の中になんか自分の好きなコーヒーカップとか家族の写真とか、ちょっとずつ洋服とかを入れて、じゃあそんな迷いもなくこう自然な流れというか、でもそれも自然の流れだったのと、はいこれでパリに行ったら結婚しなきゃとか、そういうこともゼロだった。なんかそのいい加減な気持ちで行くとかじゃなかったけど、でも多分もちろん一緒に行くということは2人で話をしたんですけど、彼と私でちゃんと半分ずつ出し合ってアパートを借りましょうっていう、もちろんそういうふうにちゃんと準備はしてたけれども、いい加減な気持ちではなかったけれども、決してそこで生きていかなきゃいけないとか、もうフランスに行ったらもう日本には戻れないとか、戻っちゃいけないとか、なんか結婚しなきゃダメとか、そういうことはゼロだった。なんか本当に行ってみよう、で体験してみようって、でも両親にもその時友人にも言ったのが、なんか多分、シャル・エドワードは結婚とかしないかもしれないけど、なんか長く付き合っていく感じがするっていう。だから別にすぐ結婚とかじゃなく、本当に長く、もしかしたら恋人としてなのか、友達としてなのか、なんか付き合っていくような感じはするんだとは話してたので、ちなみにプロポーズの言葉とかはあったんですか？それもね、もうね、ある日2月14日ってバレンタインデーじゃない、って日本はほら女性が男性にチョコレートをあげるとか、どっちかっていうと女の子は頑張って男の子に告白とかっていう感じだけど、こちらはどちらかというとなんかこうカップルが愛を確認するみたいな。でも街中で見かけるのは花束とかを
ワインを持った男性がなんか多分彼女の家に行く姿とか、はいご主人がこうなんかお花を送ったりしてるのはイメージとしては、あと、はい結構バレンタインデーのプレゼントとかもこう女性向けの下着がこうなんかプレゼントでこうリストに上がってたりするから、はい多分逆なんだと思うんだけど、はいで2月14日にレストランに行って食事をしてた。はいその時ちょっと時々日本語時々フランス語ミックスの感じの会話で2人でご飯を食べてたら、はいワルトさんが突然、はいちょっと緊張した顔であ「えりこさん」みたいな、はいあなたははい僕と一緒で大丈夫ですかずっと」みたいなことを言うからはい今のこのはい状況かとなんか想像つくでしょ。私食べながら「はいあ大丈夫大丈夫」って楽しい楽しいみたいな感じで食べながら今のこの状況だと思うからふーんって言って答えてた。でバルさんたちははぁみたいになってるけどなんだろうと思って、どうも彼もなんかエリコはこれをプロポーズと受け取ってないって彼も分かったらしい。どうもなんかそうなんかおかしいな反応が、なんかロマンチックにならないなみたいで私もなんか彼がなんか妙に緊張してっていうので、はい改めてなんとなく、はいなるほどプロポーズだったのねってごめんみたいな感じ、いやもちろんもちろんっていうのがプロポーズでした。へ多分その後になんかちゃんと確認の言葉があったと思うんだけども、はい彼も私もその、僕と一緒大丈夫っていうとこしかもう覚えてない印象が強すぎて多分その後にフランス語なのか英語かなんか多分言ってくれたと思うんですけど、はいもうその大丈夫っていうのがはいグッとあるのでそれしかプロポーズの言葉を覚えてない。ちょっとコントみたいな。そうそうコントみたいなそうへえ、あでもすごい素敵ですね。もうそんな感じですそうだから。未だに全てがそんな感じです。でもなんかその笑いに包まれてる感じもいつもお二人すごく仲がいいなっていう印象なので。だったら多分未だにこうなの。きっと彼が言ってることが私が分かってなくて、私が言ってることが彼が分かってないっていうのがすごくいいのかもしれない。逆に常によく夫というのはなんとなくお互いミステリアスなの。だからお互い不思議ななんか時々あれみたいなそう全部そう全部が理解できないからなんか彼のこの行動がすっごい不思議だし、多分私のはいなんか行動が彼もすごく不思議みたい。面白い。なんかいつもはい。なんであなたはそうなのってすっごい言われる。へー何をやってもはいなんか私がどんなに一生懸命やってても、彼からするとはいコントを見てるみたいに見えるらしいの。今もそんな感じだから、はいそれがだから喧嘩の原因にももちろんなるわけだって分かんないから勘違いしてるからそうですよね。そうなんか多分びっちりこう分かり合うよりも、はいはいはいここら辺がいい加減にずれてる方がはいミステリアスだったり、喧喧嘩の原因にもなるけど、まあ、はいその時にお互いそこをこう埋める努力をするからなるほど。結局そこは多分こう言わなくても分かるというはい。感じじゃないわけだって言わなきゃ彼には伝わんないの、あ夫からは、はいお願いだからはい出してくれと、あ怒ってるならうーん怒ってることを言ってくれっていうのはすごく言われました当初。今もですか。だから今の方が前よりは言えるようになったけれども、その当時ははい言葉をどうやってその怒りとかなんかを表現していいかが分かんないから怒ると黙ってた、はい。ずっとえりこさんが夫婦関係で大切にしていることとか意識していることとか。私が夫婦関係大切にしているのは、はい。夫婦なんだけどやっぱ今子供たちもいるから家族なのでやっぱり家族がこう常に穏やかでいるということを、夫婦はなんか割とやっぱこうぶつかりやすいしこうなるんだけどやっぱ家族ってなった時には子供たちのことも特に母親はすごく考えるとなんかいつも家の中がこう穏やかであってほしいっていうのが私が常に意識してきたことなんですね。だからバルトさんはすごい楽しいけど、うわーうわーってなる時もあるし、はい。もう裸でおはようって来るみんなの前にこうとかって言うタイプだからその少年のような。少年とかはいそれぐらいこう明るいけれども、はいでも明るい分やっぱり怒りの感情とかもすごくこう出てくるからはいこうやっぱりこう自分の感情がすごくこう表に出てくる。それは彼なのか男性なのかフランス人なのか分かんないすごく出てくるから私はそれはなんとなくこうふわっとさせたいっていう彼のその明るい部分ははい。楽しくていいと思う。はい子供たちもまたパパって言ってもそれはそれで楽しいんだけれども、なんかこう穏やかな割とこう安定した空気っていうのが家の中にはあってほしいなというのはずっと意識してることですね。なんか同じテンションの人だと
きっと落ち込む時一緒に落ち込んで上がる時一緒に上がるけど、我が家はなんかもうそれぞれがこうバラバラだから、はい、なんか彼がこうな時は私が静かで、でも彼がやっぱこうな時には自分が上がるとか、なんかやっぱ全てバランスだと思ってるので、まあ分かりやすいからバランスが取りやすいという気がしますね。面白いですね。そうきっと YouTube を見てくださってる方も、きっと彼のそういう喋り方とか、日本語の使い方とかを聞いていただくと、見ていただくと、なんとなく想像できるのかなという感じがします。これからもたくさんお二人の姿をYouTube でもたくさん見たいなと、ありがとう。そういったもう彼も喜んで登場すると思うので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。